こんにちは、高弘です。皆さんは撮った写真をトリミングしてますか？トリミングはした方がいいです。してもいいではなく、絶対してください。それが今日の動画の結論です。絶対とか言うとさすがに強すぎますが、それぐらい言わないと響かないと思います。それくらい大切です。初心者はまずトリミングです。特にストリート写真、スナップなどではトリミングしないとダメだぐらいに考えておきましょう。その理由の一つは、ストリート街角で撮った写真には不要なものが映り込んでしまうことが多いからです。広角レンズで撮ったもの、とっさに撮ったものはほぼ 100% と言っていいくらい不要なものが映り込んでいます。主題を邪魔するものがあります。初心者のうちはそれが不要なもの、邪魔するものだと気づけていません。だから自分の写真を見てもトリミングの必要性は感じないのです。奇跡的に不要なものがゼロとか映り込んだものもきれいにまとまって一つの絵になっているということがありますが、そういう稀な例は本当に少ないです。とにかくトリミングはするものというふうに考えてください。例を見ていきましょう。これは4月初めに僕が撮った桜の写真。とっさに撮ったので画角を完全にミスりました。余計な部分が入ってます。まず第一に考えるのは、この主題である桜を邪魔する存在があるということ。それはこの柱です。桜には光が当たり明るくなっていますが、それと同じくらい明るいこの柱はとても邪魔な存在です。ということでこれを切ります。切ったら縦長になりすぎたので上下も切り詰めます。上の桜もあまり綺麗じゃないのでこれも切りましょう。下も例えばこれぐらいまで切ってみましょう。はい、どうでしょうか。良くなったと思ったそこのあなた。甘いですよ。よく見てください。この写真を見て気になるところがないと思うのはまだまだ修行が足りません。この写真で気になるのはこの右下の明るいエリアです。写真の四隅にこういう明るいものが突然あるととても気になります。ということでここを切ります。写真の世界は正解不正解がはっきりしない世界ですが、こういうのはとてもわかりやすいです。上級者なら10人中10人が切ります。これを切らないでそのまま放置するというミスは絶対にやらないです。はい、右隅の明るいエリアが消えて良くなりました。これでどうでしょうか？もう他にないですか？大丈夫ですか？これで OK だと思った人はもう一回構図を鍛え直しましょう。ここでは左のスペースが気になります。この辺。右は桜があってとても賑やかですが、左のこのスペースは建物だけでちょっと寂しい感じになっています。ここも切りましょう。左を切り詰めると上下のバランスも気になってくるので、上下もこのぐらいまで詰めておきます。最終的にバランスをとって、これぐらいまでトリミングしました。はい、OK でしょう。元のサイズがフルサイズの3300万画素。それを880万画素までトリミングしたわけです。ちょっともったいないなと思いますが、これでも A4、A3 サイズにプリントしても十分な解像度です。ネットの SNS にアップするのであれば全く問題ないですね。次の例を見てみましょう。これは以前中之島美術館の会で出した写真です。今見ているのはトリミング前の写真です。これはわかりやすいですね。上のこの辺が全部いりません。はい。上を切ったらもう一回確認。
右隅のこれもいりませんね。最初の例と繰り返しになりますが、こういうふうに隅に急に変化があるもの、今の場合だと暗から明というような明暗の変化があるようなものは良くないです。鑑賞者の視線を持っていくからです。ということで、右をこれぐらいまで切り詰めましょう。これでスッキリしました。2つの例を見てだいぶ分かってきたはずです。僕がトリミングで気をつけているのは、まず見せたくない明るいものを切るということ。最初の例では柱がそれです。せっかくの桜と被ってしまう明るさを持つ柱を全部切りました。人の目は明るい場所に持っていかれます。その場所に見せたい主題があるなら OK です。でもその場所に主題以外のものがあるならそれはバッサリやるべきです。次は画面の四隅に変なものを入れない。暗から明へ急に変化するようなものを入れないということ。そして最後はバランス。桜の写真で見たように左サイドが寂しくなっていました。こういうのにも気づけるようになりましょう。こうして見てきてわかるようにトリミングというのは構図力なんですよ。冒頭でトリミングをしろって言ったのは、撮った後も構図をしっかり考えようってことなんです。写真で構図を整えるチャンスは2度あります。撮る前と撮った後です。トリミングしないというのはそのチャンスを1回放棄するということですから、とてももったいないことだと思います。これまで初心者にトリミングの重要性を説いてきましたが、これは写真をやる人全員に言えることです。上級者に行くほどトリミングしなくなるかと言われると、実はそういうもんでもないのかもしれません。むしろ逆にトリミングが増えてる人もいるのではないでしょうか。初心者はトリミングの重要性に気づいていない人が多いので、トリミングの頻度は少ないです。そこから中級者になるにつれて増えていくのが普通です。撮るスタイル、撮るものにもよるので一概には言えないですが、ストリートフォト、スナップなどではそうなるのが普通です。なのでトリミングしないことを理想形として持つのはやめた方がいいかなと思います。ストリート写真、スナップ写真でノートリを理想として追いかけても何も得るものはありません。じゃあ撮る前ですね。撮る前は構図のことをそんな考えなくてもいいのかって言われるかもしれませんが、それも違います。撮る前も構図のことは考えてください。そして撮った後も考えてください。現実的に街でスナップしていると、撮る前には考えられないこともあります。瞬間的にシャッターを切らないとダメなケースもあるからです。だから撮る前に考えろとは 100% とは言えません。でも撮った後に考えるのは誰でもできます。なのでそれは本当にやってください。もしそこで構図のミスに気づければ、それを次回への改善点として活かすことができます。以前も話しましたが、撮影と編集は連動して上達していきます。撮る前、撮った後、撮る前、撮った後と反省と改善を繰り返すことで写真が上手くなっていきます。そんなに構図のことを考えるのと思われるかもしれませんが、その通りです。それが初心者とそれ以上の人の大きな差です。僕の場合、本当に良い写真が撮れたなと思ったら、トリミングの可能性について2週間ぐらいの時間をかけています。編集1日目に一応完成した写真を翌日にも見直してみる。そして1週間置いてもう1回見直す。さらに1週間置いてもう1回見直す。それくらいやってようやく世に出すということをやります。トリミングにかける執念が分かってもらえるのではないでしょうか。今日はトリミングの話でした。それではまた。